気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントのエスくんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、体の描き方について説明していきたいと思います。はーい。ちなみにこちら S 君が事前に描いてくれた体です。まあ、ちょっと失敗したわ。胴長。足ここからだもんね。でも難しいんです。体の描くのは本当に難しくて、私ももうプロをね、10年ほどやってますけど、未だにしょっちゅう描き直してます。なので、描けなくてもみんな全然落ち込んだりしないでください。で、今日は初心者の方でも簡単にわかる説明をしたいと思うので、骨格の話とかそういう難しいことは言いません。ああいうのちょっとわけわかんなくなっちゃうからね。はいはい。なので、最低限ここだけを押さえておけば OK というポイントだけをね、説明したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。まずここになんとなく全身像を用意してみました。男の子と女の子のイメージです。で、今日はね、男女の書き分けの話ではなくて、体の話なので、とりあえず合わせて一緒に説明していきたいと思います。男女の書き分けはまた今度別の動画でもね、説明していきたいと思いますので、よかったら皆さんそれも見てみてください。で、覚えておいてほしいポイント1。肘はね、上半身の半分あたりで曲がるっていうことです。ここの2人の肘はね、だいたいこの辺にあるのかなと思うんだけど、上半身はだいたいここからここのことを指します。これのだいたい半分ぐらいだよね。こういって半分ぐらい。まあ、この辺かな。首から股ぐらいまでってことね。そう。首からこの股ぐらいまでのところ。この半分ぐらい。ちょうどここだね。この辺で手の曲がるポイントがあるっていうこと。それをね、これをこう引っ張って、ここの長さだからね、同じ位置にこう下に下げたら、彼が手を下に下げたのもこういうことなのかなっていう感じだけど、ここにね、あるっていうことをまずね、覚えておいてください。はい。で、次です。次のポイント2、手の部分ね。手は足の付け根の位置に来るっていうことです。まあ、この絵だとこの子はちょっと曲げちゃってるから、ここかな？ここの足の付け根あたり、この手のひらがちょうどここの足の付け根のこのあたりに位置するっていうことです。だからこの子も手を下に下ろしてきたら、きっとこの辺に手が来るんだと思います。はいはいはい。こういう感じでね。ここの股のこのね、足の付け根の位置に手が来るっていうことをね、ぜひ覚えてください。はい。で、最後のポイント3。膝は足の半分ぐらいで曲がるっていうこと。ここ今度膝のね、関節。二人の膝の関節が、まあ、この辺にあるのかなと思うんだけど、まあ大体このね、ここが1ってなんか絶対私これ膝下の方が長く見えるけど、でもこれ1ぐらいで取ってあげてください。それをね、覚えといてくれたら、だいたいどんなポージングを書くときでも最低限意識してもらえれば、なんかめちゃくちゃ変な感じになっちゃうっていうことはね、ないと思います。なるほどね。だからここも11だね。でもね、こことここが1対1ではないんだよね。これはその人の絵柄によって、1対 1.5 になったりとか、すごい足が長い絵柄の人は多分銅よりも足長くなったりってこともあると思うから。ただ、まあ、すごくここの比率がね、まあ、おかしくなっちゃうと、なんかこう、わけわかんなくなっちゃうから、まあ、なるべく1から、まあ、1.5 ぐらいの間にしといた方がいいかなとは思います。っていう、この3つのポイントをね、ぜひね、覚えておいてください。はい。で、一つおすすめの情報なんですけど、割とね、こう、立ち絵を描くときに、本当にね、ぴっちりね、重心をきっちりとった立ち絵をね、割と描く人がいます。まあ、こんな感じのね。これ実はめちゃくちゃ描くの難しいです。あ、そうなの？絵を練習するときに割とこれをやりがちなんだけど、実はこれってすごくね、全くもって重心が両方の足に同じようにかかってて、人間あんまりこんな綺麗なポージングできないし、すごくね、難しいし、しかも絵がすごく硬く見えてしまいます。だから、やっぱり立つ絵を描くときは、こんな感じでね、ぜひ動きはもうね、難しいと思わず動きをいきなりつけてみてください。逆にごまかしが効いたりもします。この絵もまっすぐ立ってるんじゃなくて、ちょっとわかるかな？重心がこっちの足に乗ってるから少しこう斜めな感じになってます。足がこっちの方抜けてて。この子もこっちの足に重心がかかってるから、こっちの足を上げてるみたいな。多分こっちの絵の方が多分みんなうまく見えるって思うと思うし、こっちのぴっちり立ってる絵よりもね。
なんかぜひそういう風にね、チャレンジしてみてください。案外そっちの方がね、うまく見えるし、簡単だったりします。じゃあ初心者の人は、うんまっすぐのポージングのうんがっしりしたやつを描くよりも、うんちょっとポーズをつけて片方に重心が乗せたりするような足の描き方をした方が、うんまあうまく描けるとか。そうだね。ぽいのかあと多分実際は直立不動の絵ってめったに使わないと思うんだよね。すごい。いキャラクターのなんかこう直立してる絵ってイラストで見たことあんまりみんなないと思うんだよね。はいはいはい。だからぜひね、動きを乗せて描いてみてください。はーい。じゃあさっきのポイントを、もう一度だけ S 君の絵に入れていきたいと思います。はい。まず、肘からいこうか。肘の曲がる関節、ここにあるかな。ここにあるとしたら、それは胴と一体、胴のお腹のね、真ん中ぐらい、ここ。ここにまず S 君の女の子、手の関節あると思います。手が長すぎたのか。そうだね。で、手のひらのが、今度、足の付け根あたりに位置するとすると、こんな感じかな。足の位置も全然違ったんだね。ちょっとこのまま足、ここに合わせて描いちゃうと、多分膝ここら辺だから、すごく。く足短いけど、でもまあ S 君の絵だから、それに合わせて今描いてみます。はい。ということで、膝はこのあたりだね、S 君。ものすごく足の短い女の子だったのか。だからまあスカート描くならまあこの辺だったかな。はいはいはい。っていう感じかな、S 君の絵だと。はい。まあ1で、ここ1で、まあここもここでこう1、1みたいな感じのイメージです。で、さっきのやつでちょっと動きのある絵もね、座ってる絵とか例えば描いてみたいなと思うんですけど、当たりだけね、ざっくり描いてみます。頭があって、ざっくりこんな感じで座ってる絵。まあこんな感じで、まあぜひぜひ皆さんね、あたり描いてみてください。はい。では今日は体の描き方についてでした。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ今日言ったのは本当に初心者向けのね、ざっくりとした要点なので、もっと詳しく勉強したいなってなった方はね、ぜひやっぱり骨の骨格のね、勉強とか、筋肉のつき方とかのね、勉強もしてみてください。あとおすすめなのはクロッキーですね。なんかいろんな短い時間でいろんなポージングをいっぱい書いていく作業。そういうのはね、絶対力になると思うので、まあよかったらやってみてください。もしよろしかったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。気をつけ礼。ありがとうございました。